皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回はボディ塗装からインテリア完成までを収録しましたので、よろしければご覧ください。まずはボディ塗装から行ってまいります。ミッド4に当時用意されていたボディカラーはカタログがないので何とも言えないのですが、アイボリーホワイトとシルバーとレッドの3つのカラーが存在するようです。この中から今回はボックスアートと同じレッドで仕上げていきたいと思います。パート1ではよりレッドの色味を引き立たせるよう下地にエメラルドグリーンのサーフェーサーを吹いてあります。この上にレッドを塗装です。準備したカラーはタミヤのイタリアンレッドで重厚感のある明るい赤をイメージしました。このレッドをガイアノーツの薄め液で 1.5 倍に薄めエアーブラシで吹き捨てを行います。ボディ塗装の工程としては3つの工程で、1工程目は各ラインや角を中心に、2工程目はルーフやボンネットなどを中心とした広い面積の部分、3工程目はムラに気をつけながら全体を塗装していきます。次にエアブラシを使用した塗り分けです。まずはボディ塗装時にボディカラーと同じレッドを塗装したエンジンルームですが、こちらをマスキング、シャシーやエンジン部分、あとはメタリック塗装の下地としてエボブラックを吹き捨てます。次にシャシーや下回りパーツをマスキング、ブラックを残したい部分をマスキングしていきます。そしてメタリック塗装、マフラーパイプ部分はスーパーチタン、下回りパーツのアーム類はスーパーアイアン、マスキングをしたシャシーやエンジンパーツ、マフラー太鼓部分はフラットアルミを吹き捨てました。インテリアはサンニースカイラインを意識し、ダークシーグレーとジャーマングレーで塗り分けです。まずはベースのダークシーグレーを塗装、内張りやシートをマスキングした後、ジャーマングレーを吹き付けていきます。シートのアームレストなどはレザー表現として艶ありのブラックにしました。続いてボーンアルムを使ったメッキ調塗装です。塗装を行ったパーツは 3D 出力したインパルをイメージしたホイール。ギラッとしたメッキ調にするには下地をいかに滑らかにしておくかが大事なこと。ボーンペイントではアンダーブラックという下地専用の塗料があり、これでテロッテロな下地が手に入ります。塗装手順としては塗装面を2000番のペーパーヤスリであらかじめ滑らかにしておき、そこからアンダーブラック、ボーンアルム、フィニッシュクリアの順番で塗装です。ボーンアルムは1回で吹き捨てるのではなく、低圧目で何度かに分けて吹き付けを行います。フィニッシュクリアは低侵食性の塗料なので、塗装したメッキ面も曇らずトップコートが可能。簡単にメッキ調の仕上がりが手に入ります。次に筆を使った塗り分けです。エアブラシで大まかに塗装したパーツを筆を使って塗り分けていきます。まずはエンジンヘッドカバー。こちらは同じエンジンを積んでいるシーマや Z31 のエンジンを参考にし塗り分けていきます。カバーはレッドとガンメタで塗り分けです。マニホールドカバーはエナメルのセミグロスブラックを塗装し、エナメル溶剤を吸わせた綿棒で削り出し部分の塗装を落とし、シルバーを露出させます。エンジンルーム内は補給パーツ類は下地にシルバーを塗装し、ホワイトを重ねます。ホース類はブラックを入れ、金属パーツ類にはフラットアルミを塗装です。インテリアパーツの各ボタン類やエアコンルーバー部分にもセミグロスブラックを塗装し、ジャーマングレーとのコントラストをつけていきます。3D 制作したキャリパーとシートベルトバックルにはレッドを入れておきました。
続いてはデカールの貼り付けです。キットは何十年も前のものですので、デカールは破損する恐れがあります。そこで登場するのがリキッドデカールフィルム。こちらをデカールに筆で塗り塗り乾燥させるとデカールが復活します。元のデカールの上に1枚フィルムの膜が作られるような感覚。貼り付けたいデカールをその形通りにカットしなければいけませんが、これで古いデカールも怖くありません。カットしたデカールは通常通りぬるま湯につけ貼り付けていきます。ボディエンブレム、社名プレートにメーターと貼り付けました。プレートとメーターにはその後レジンを流し込みブラックライトを照射。デカールの保護とメーターケースの再現としておきます。次にエンジンと下回りの組み立てです。せっかくパーツ化していただいているエンジンパーツがあるので、できる限り本物に近づけられるように頑張ります。ということでエンジンはパイピングから、エンジンブロックから伸びているホース類は太めのビニールパイプを使いますので、マニホールドカバーの裏面から真鍮線を仕込み、そちらにパイプを取り付けました。同じくエンジンルームの台座パーツにもピンバイスで穴を開け真鍮線を仕込みパイプの受け通します。ケーブル類は 0.5mm の真鍮線でなんちゃって工作。こちらも取り付け部分はピンバイスで穴を開けてあります。縦に伸びるホースもなんちゃってホースですが、こちらは細めのものを使用し太いパイプとのメリハリを狙いました。下回りの組み立ては説明書通り進行です。3D 出力し塗装を終えたホイールにキット付属のタイヤを取り付けていきます。ローダウンパーツのサスが付属していますが、ノーマルのサスパースを使用しています。ホイールをインチダウンした影響からか少し車高が下がり、好みの状態に仕上がりました。最後にインテリアの組み立てです。塗装は終えているのでサクサクと組み立てていくだけ。まずはフロアカーペットの再現としてダイソーのフェルト生地グレーをカット。セメダインハイグレード模型用接着剤でシート裏やツールボックス内にも貼り付けていきました。続いてシートのアームレストやハンドルなどを組み付けておきます。フロアパーツにサイドブレーキ、シフトノブ、シートの順で取り付けたら内張りをマステで固定しつつ接着です。最後にダッシュボードを組み込み、シャシーへエンジンルームとともに合体。いざこうして組み上がったものを見てみると、 Z やスカイライン、シルビアなどの面影がちらほら垣間見えます。大ヒットした車の元となったミッド4はとても偉大なんですね。ということで今回はここまで。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。